こんにちは。大工の翔平です。今回は収納です。この折り金のスペースにね、もう天井も全部ヒノキの板を張って、そして節だらけのこの板で収納とテレビ台をやっていきます。もともとこのスペースは下の部分にテレビ、そしてこの中間は押し入れ、小物とかいろんなものを収納してました。今度はこの空間をね、一つにします。手袋でも地袋でもない真ん中の押し入れを取っ払ってね、一つにして、そして周りをヒノキの板で張って、下はテレビ台、そして奥の方にいろんなものが置ける収納スペースを作っていきたいと思ってます。その前にね、まずは解体をしていきます。これぐらいの解体ですとね、楽ですよね。よう切って落とすってよう言いますよね。本当にこの大きさのにはちょっとびっくりしましたけどね。新しい方の床が傷つかなくてよかったです。何一本止まってない。冬売ってない。売ってない。昔の仕事やこれ。太い柱にコトンと丸入れしてある。今日から左官さんが入ってくれてます。廊下とか隣のキッチンのところね、下塗りしてもらってるんですけども、ちょくちょくこう映るのも楽しみにしてください。昔のこの収納というか押し入れはね、この 2.7 ミリラワーベニヤをね必ず貼ってあります。昔は湿気を吸ってくれるとかなんかいろいろ言ったんですけどね、正直湿気はベニヤ関係は吸ってくれませんね。解体の時はベロベロっとこうカッターで切ってめくれますから楽なんですけどね。はい、覚えたらいいね。解体の時にね、コーナーに立ってる木を中途で切るってなかなか大変なんですね。今はね、マルチツールであっちまで切れますけどね、自分持ってないんで Z ソーであるツール早くは動かせませんよね。ノコが入らないとこはやっぱり未だにこのノミで叩き切ってるんですけどね、こういう風に叩き切るのって大変です。何？裏に線を折った。ショートしたブレーカー落ちたわ。やっぱおじさんやらかしましたね。この線ね、前にも一回ドリルで打ち切ったことあるんですけども、単層200なんですけど、100をノコギリで切ったってことはあるんですけど、この200をノミで叩き切ったっていうのはやっぱ威力ありますよね。鋼が吹っ飛んで逆に銅線の銅がノミにひっついてましたね。自分に電気が流れなくて本当に良かったです。ノミはね、今度もう終わりましたね。今度は床を割らしていきます。まさかね、この床下に電線ははわしてないなと思うんですけども、こういう真ん中で切る時でもね、なんかさっき一発やると怖いですよね。もうやけくそですけどね。
まあ、うちの家正直この外材は使ってないって思ってたんですけどね、ちょこちょこ上松ネタ掛けに何本か使ったんですね。よう錆びとんな。上のが錆びるやろ、ベイマツ部分が。ほらここで塩に使ってる木に入っとっとこ昔はね、もう米松も製材所で引きましたから、自分本当に海に使って貯木用に使って、そして上がってきた材料を引きましたから、塩気たっぷりないね、塩分入ってますから錆びてますよね。でも釘ですから丈夫ですね。いつやったらもう完全に切れて飛んでしまいますよね。床をめくった隣のお尻の下に大きなこのヘビの抜け殻ですね、これがありましてびっくりしたんですけども、長さ測ったらね1400からあるんですよね。口すごいやろ、ほらでっけえ口、ほらこれ口やで。ほんまに綺麗に残っとんな。ほんで根らに尻尾の先だけちょっと引っ掛けて自分がずーっと出てた。きっとうちの守り神って大沢ですけどね、ちょっとこの抜け殻をね財布に入れようとしても入りませんね。でもせっかくの抜け殻ですからね、完全体で箱に入れてね残しておくつもりです。畳1枚のスペースなんですけどね、部屋の同じ高さで延長していきます。1歩2歩中へ入れると思うんでね、ちょっとこの高さ上げても引っかかるんでね、スカッとフラットで貼っていきます。断熱材もねここだけ入れてないってまた言われると下手くそはいいですから入れていきます。畳1枚ですから1枚あれば入りますからね。これもやっぱし最初に幅を落としてね挟んでネタ止めていく、本当にこう理にかなってますよね。壁の周りも隙間を止めてやって、ここへはね壁にはもう断熱材は入れませんけどね、これぐらいで断熱工事はもう終わりですね。今思い出したんですけど、このスペースに床置きの冷暖房やね、それを左側に置いて、そして右側にテレビを置くつもりでこのスペースを取ってあったんですね。そこまでね考えて自分はやったなーなんて思ってたんですけどね、さあこれ住むようになってね、目の前からこの音符が出るとテレビを見てられないんですね。ですからすぐこの音符はやめました。それは余談になりますけどね、もともとはそういう空間でした。今度はね残ってたカムイに溝がついてあるんで、その溝を薄い板でね下から当ててやります。段はつくんですけど、そうすればもう溝ないですしね、木目の代わりで収まってもらいます。
部屋の部分の三尺の壁には紙さん棚がついてました。またここへ紙さん棚をつけようと思ってます。ですから収納の部分は高さ一見なんですけどね、この部分は天井まで壁板は張ります。ですからキッチン側と同じようにこの見切り材は天井まで立ててやろうと思います。回り縁2段ですよね。ここへ見切り1本立てるってなかなかこれ面倒なんです。通し柱の面にドブ板を直張りしようかな。少し吹き出てくるんで1段目の回り縁に貼るようになります。ですから板は1段下の回り縁で留めます。やはりこの見切りを立てる時でも最初にこんな仕事をしてあると本当に楽ですね。よかったです。今度は下地をしていきます。左側は柱に銅縁を流すんですけども、正面と右側は柱に直張りしていきます。ですから銅縁が柱の内乗りに入るってことですよね。なかなか内乗りに乗って切るだけでも面倒なのに通りが通しにくい。たまたまこの右の壁がかやってなかったからいいんですけども、これ右の壁がかやってたらちょっと内乗り銅縁ではしにくかったでしょうね。壁板を貼っていきます。正直正面の壁はタッチは直したんですけども、真ん中の柱がね思いっきり手前に曲がってましてね。でもこの壁は曲がったまま貼っていきます。正面ですから何も差し支えありませんから。正面は 30mm のネダレスの床板ですね。これがもう何年前かわからないぐらい前のなんですけど、真っ黒になってたんですけどね、調子上げかければ表面は新品同様に戻りますね。で正面の板も左も右も全部これ正直幅が少しずつ違います。製品が違うってことでね、これを横張りにする場合は使えないんですよね。でも縦張りにしてやれば3面全部この品物が違ってもほぼほぼ一緒に見えて統一感があるってことでね、人間の目ってなかなかパッと見ただけではわからないんですよね。そのおかげで3種類違う壁板を貼ってるんですけどね。最後に天井の下地をしていきます。なんとか届くのかな。壁に貼った時のヒノキの羽板がね天井の分だけあるんで、天井ってあんまりこの目線がいかないんでね、ちょっと訳ありでも虫が食ってても自分のとこですから我慢して貼ってきます。パッと目にはヒノキの揃いもんやね、そんな感じになると思います。これでここに物置を取り外してね、一歩中まで入れるこの空間ができました。次回はこの空間にねテレビ台、そして収納棚を作っていきたいと思います。以上、大工の翔燕でした。